シャンクスがエースを弟と呼んだ。ロキがエルバフに代々伝わる悪魔の実を食べた。皆さんこんにちは、私はシレンナです。長い2週間がようやく終わり、ワンピース第1169話速報が公開されました。タイトルは私は死なねばならないです。タイトルはハラルドの告白を指しているのだろう。今回のストーリーは依然としてアウルスト城での惨劇を中心に展開している。まずギャバンがシャンクスと昔話をしている際、ガープがかつてロジャーに息子がいることを彼に教えたと語った。シャンクスはそれを聞いて、あの子はまるで自分の弟のようなものだと言った。だからこそ、かつてエースがスペード海賊団の船長だった頃、シャンクスと対面した際、シャンクスはすでに何か感づいていたのかもしれない。シャンクスはギャバンに、自分がエルバフに来たのは、ハラルドに神の騎士団の地位を受け入れないよう警告するためだと告げた。明らかに潜入者としてのシャンクスは聖地にいた期間に多くの秘密を掴んでいたようだ。場面はアウルスト城の玉座の間へと移る。ハラルドは巨人の衛兵に自分を殺すよう命じる。これこそが第1152話でロキとヤルルが到着した際に目撃した光景だった。その後、ハラルドは駆けつけたロキ、ヤルル、そして巨人の兵士たちに対し、自分はもともと政府と協力していたが、裏切られたのだと説明した。最後に彼はロキに自分を殺し、すべての真実をエルバフに持ち帰ってくれと懇願した。ハラルドは神の騎士団の力を熟知しているため、さらにロキに対してエルバフに代々伝わる悪魔の実を食べるよう求めた。そうでなければロキは彼に勝てないからだ。その後、ハラルドは完全に理性を失い、残忍な怪物と化して人々に襲いかかり、一撃でヤルルの頭部を刺した。今にして思えば、この一撃がヤルルの部分的な記憶喪失を招き、それによってロキは重要な証人を一人失うことになった可能性が高い。間もなくシャンクスとギャバンが駆けつけ、ハラルドを止めようとしたが、全く効果はなかった。ハラルドはすでに正気を完全に失っていたのだ。一方、ロキはエルバフに代々伝わる悪魔の実を手に入れるため、宝物庫へと向かった。彼が宝物庫に入った時、鉄雷の攻撃を受けた。後にロキに従い、雷霆を引き起こすことができるこの強力な武器は、なんと自意識を持っていたのだ。道理でその後、常に彼のそばにあり続けたわけである。実力、メンツ、そして演技力のすべてが神の領域に達しており、海賊、海軍、天竜人という三大勢力の間を巧みに立ち回り、なお余裕を見せる。赤髪のシャンクスは、作中における小田栄一郎先生の化身として、そのストーリーと出番は増え続けている。最新の漫画の展開において、シャンクスは聖地マリージョアへ帰還し、神の騎士団傘下の神の獣人となった。フィッシャータイガーが聖地で暴れたあの夜、シャンクスはタイガーの爆発首輪を解除するのを助け、彼のために武器庫を解放した。これによりタイガーは武器を手に入れ、最終的にハンコック三姉妹やコアラを含む数千人の奴隷の脱走を成功させるに至った。この事件はその後のワンピースの物語に深遠な影響を与えた。シャンクスの15年前の人たちが間接的に15年後のルフィを助けることになったのだ。この一連のシーンには重要なディテールが存在する。タイガーが反撃した際、シャンクスの頭の包帯を引き剥がすと、その傷口からすぐに血が噴き出したのだ。これはシャンクスが負っていたのが新しい傷であり、まだ癒えていないことを示しており、彼がティーチと交戦した直後であることを暗示している。当時のティーチは白ひげ海賊団の一階の目立たない船員に過ぎず、通常であれば2人が交戦する機会はない。両海賊団の間で衝突が起きていない限りは。ここから推測できるのは、シャンクスが聖地に戻った真の理由は救出された可能性が高いということだ。時系列はおよそ以下の通りである。約22年前、シャンクスは赤髪海賊団を結成し、数年間で徐々に頭角を現し、やがてガーリング星の目に留まることとなった。15年前、赤髪海賊団は海上で白ひげ海賊団と遭遇し、シャンクスは戦闘中にティーチに左目を傷つけられた。危険的状況の中、神の騎士団が現れ、ガーリング星とシャムロックが白ひげを攻撃し、シャンクスを聖地へ連れ帰った。これにより、後に白ひげがシャンクスに会った際に言った、貴様の顔を見るたびにあの男から受けた傷がうずきやがる、という言葉も説明がつく。そしてシャンクスは傷が新しかったため、聖地に到着した当初は左目に包帯を巻いており、タイガーに剥がされた際もまだ出血していたのだ。この戦いにより赤髪海賊団は離散し、シャンクスはそこから2年間にわたる解散と再結集の道を歩むことになった。
後から考えれば彼はおそらく聖地に約1年間滞在し、14年前のある時点でエルバフに到着してギャバンと会談し、ある事件を阻止するためにハラルドと交渉しようとしたのだろう。しかしアウルスト城から突如として不気味かつ強大な覇気が爆発し、結局その悲劇を避けることはできなかった。ハラルドは一体なぜ死んだのか。巨人国編の冒頭から存在するこの謎が間もなく明かされようとしている。実際第1167話では多くの手がかりが示されている。まずはイムの契約能力の異なる段階についてだ。私は今年の7月22日に公開した動画で、シャンクスがかつて見習い神の騎士であったと推測し、騎士団の構造を解析しようと試みた。第1167話で小田先生はこの階級区分を明確にした。最下級の神の従人は浅見契約しか得られないが、13名の革新幹部はより高位の深海契約及び心身未契約を得ることができる。この命名法には深い意味があり、海への深さをイムとの結びつきの強さに例えている。強大な力は常に人を深みへとはまらせる。契約のレベルが高いほど得られる能力は特殊になるが、イムによる支配の度合いも深くなるのだと推測される。五老星は最高位の心身未契約に属しているはずであり、その後防星のシンボルには特殊な数字5が含まれている。彼らはそれぞれ数百年の寿命を持ち、老人の姿でありながら年齢が凍結されており、戦闘中にどのようなダメージを受けても迅速に回復し、互いに伝々中なしで直接テレパシー会話ができる。彼らの現在の怪物化能力はおそらく悪魔の身由来ではなく、イムから直接与えられたものであり、最強の契約と言える。しかしその代償として彼らはイムの支配を最も深く受けている。イムは直接実体として五老星に憑依し、その身体を完全に操作することができる。もし五老星に裏切りの行為があれば、イムは直接処刑することも可能であり、まさに完全なる操り人形だ。しかしこれほど強力な契約はイムもおそらく5人分しか維持できないため、五老星に欠員が出た場合にのみ新人が補充されるのだろう。その次の深海契約は8名の神の騎士に与えられる。騎士団の正式メンバーとして彼らは五老星に似た不死身の肉体を持ち、戦闘のダメージから急速に回復できるが、年齢の凍結はできず、歳月とともにおいて寿命を迎える。そのため昇格の可能性がない限り、騎士団のメンバーは通常時代ごとに老兵が退き、新人が補充される。しかし軍子は例外だ。イムの自重として彼女もまた不老を得ているようであり、あるいは器として選ばれているのかもしれない。そしてよりによって彼女こそが最も異変を起こす可能性のある人物なのだ。13という数字は神学的かつ宗教的な意味合いを持つイムの勢力にとって極めて象徴的であり、13人の死とそのうちの1人が裏切り者になることを連想させる。もし小田先生にその意図があるならば、現メンバーの中で最も裏切る可能性が高いのはまさに神の騎士の一人である軍子だ。以前のストーリーで彼女は記憶を取り戻しかけ、ブルックと互いに認識しそうになった。小田先生は当時すでに伏線を張っており、軍子の物語が単純ではないことを暗示していたのだ。もしある日彼女が一時的にイムの支配を逃れ、過去を思い出すことがあれば、騎士団内部の重大な脅威となるかもしれない。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。